動画を見てくださりありがとうございます。今回は 2LDK の賃貸に引っ越しをしましたので、お部屋のルームツアーをしたいと思います。で、メインのリビングとかダイニングは届いてない家具もあったりしてまだご紹介することができないんですけれども、今回はですね、先に寝室兼書斎のお部屋をご紹介したいと思います。で、オンラインで購入できるアイテムに関しましては、可能な限り概要欄にリンクを貼っておりますので、少しでも参考になりましたら幸いです。まずはベッドサイドスペースをご紹介したいと思います。こちらのスツールはですね、ザラホームで購入したものです。本当はですね、サイドチェストが欲しくて、で、ヴィンテージショップに実際に見に行ったりですとか、いろいろ調べてみたんですけれども、なかなかですね、ちょうどいいサイズとかデザインが見つからなくって、で、そんな時にですね、ザラホームのオンラインショップで目にしたこのスツールがすごい可愛いなと思って購入しました。で、こちらのスツールの特徴は何といってもこの波型の3本足になるかなと思います。で、もちろんですね、座るために使ってもいいかなと思うんですけれども、こんな感じでベッドサイドに置いたらすごい可愛いんじゃないかなと思って購入をしました。そしてスツールの上には夜寝る時にさっと使いたいアイテムなんかを置いています。まずですね、こちらのルームスプレーは自分で精油を一滴から選んで調香したオリジナルのものになっています。で、香りとしましてはヒノキやジャスミンといったですね、様々な精油をブレンドした自分好みの香りになっておりまして、ですごくリラックス効果があるので、夜寝る前に一吹きするとすごく安眠できます。そして寝る前に塗るハンドクリームですね。こちらはタイで購入したハーンのものになります。で、ハーンはですね、タイを代表するブランドになっておりまして、私はこの1年間で3回ほどタイに行っていまして、で、その時の購入品はですね、過去の動画で詳しく紹介をしていますので、よかったら見てみてください。そしてザラホームで購入したこちらの小物入れにはですね、リップクリームを入れておりまして、夜ですね、唇の乾燥対策として寝る前に必ず塗るようにしています。そしてこちらのバイレードのキャンドルですね。こちらも実際に火を灯すこともできるんですけれども、置いているだけでさりげなく香ってくれるのもいいなと思いますし、なんといってもこのデザインがですね、すごく素敵だなと思っていて、インテリアとしても置いています。そしてコードレスの照明ですね。こちらは過去の動画でも本当に何度も紹介している、こちらもザラホームのものになります。で、タッチするだけで調光ができる便利なアイテムになっているので、利便性もいいですし、デザイン性もすごく素敵だなと思って購入をしました。続いてはベッドのご紹介になります。で、リネン関係ですね。こちらはシンプルにホワイトで揃えています。で、ベッドフレームは Amazon で購入したものです。で、私はですね、一人暮らし時代にちょっと組み立てが難しかったりとか、あと重さがあるものだとやっぱり不便だなっていうふうに思っていたので、一人でも手軽に組み立てとか移動ができるベッドフレームを購入しまして、で、引っ越した今でも継続して使用しています。で、こちらのフレームのいいところはですね、先ほど言ったように持ち運びとか組み立てがすごい簡単っていう部分以外にも高さが結構あるんですね。なので、ベッド下にいろいろと収納ができる点もいいなというふうに思っています。で、私はですね、過去に一人暮らしでワンルームとか、あと 1K とかに住んでいたので、やっぱり部屋が狭くて、で、収納も十分にないっていったことがあったんですけれども、このベッドフレームのおかげで収納スペースを増やすことができました。で、これはですね、やっぱりそのままだとベッド下が丸見えになってしまいますので、ザラホームで購入したベッドスカートをかけて隠しています。で、こういった感じでベッドスカートを使うことでぐっと高級感が出る気がします。そして布団カバーはニトリのガーゼタイプのものを使っています。夏の暑い季節とかですね、このガーゼ素材がすごい肌触りが良くて気に入っています。あとはですね、洗濯して乾燥機にかけてもシワにならないっていうところもすごく便利です。で、何よりですね、この布団カバーですね、摩擦で内部の布団がずれないようになっておりまして、で、わざわざ四方を紐で固定するっていう必要がないのがすごく楽でいいなというふうに思っています。
そして枕はですね、自分枕というですね、オーダーメイドができる枕を使っておりまして、で、枕カバーは無印の洗いざらしカバーを使用しています。このカバーはですね、洗ってもシワになりにくいですし、取り付けもすごく簡単なので重宝しています。そしてクッションはですね、ナフコ2-1スタイルのものになります。で、ベッドフレームにですね、ヘッドボードがないタイプになっておりますので、こういった感じでクッションを置くことで少しアクセントを加えています。そしてですね、ベッドの脇には以前一人暮らしをしていた頃のルームツアーでも紹介したシュナウザーのラグを置いています。で、これはですね、私が大好きな雑貨屋さんのブルーブルーエで購入したアイテムなんですけれども、これを置いてるだけでお部屋が本当に可愛い雰囲気になりますので、とても気に入っています。続いてはカーテンのご紹介になります。カーテンはですね、通常の設置の仕方ではなくて、フロントレースというスタイルにしています。で、通常であればお部屋側に厚手のカーテン、いわゆるドレープカーテンをつけて、で、窓側ですね、外側のレールに、レースカーテンを設置すると思うんですけれども、このフロントレースというのはその逆になりまして、お部屋側ですね、室内側のレールにレースカーテンをつけて、で、外側ですね、窓側のレールにドレープカーテンを設置するというスタイルになっております。はい。で、このスタイル何がいいかと言いますと、レースカーテンのデザインを一日中楽しむことができるんですね。で、ピンタレストで海外のスタイリッシュなお部屋の事例なんかを見てみますと、結構レースカーテンしかつけていないお部屋が多かったりするので、自分の部屋もそんな感じでドレープカーテンの主張をなくしたかったので、ドレープカーテンが隠れるようにこのフロントレースというスタイルにしました。で、本来であればフロントレース専用にレース側の寸法をちょっと長めに調整する必要はあるんですけれども、このお部屋は自分だけしか入りませんし、そこまでこだわらなくていいかなというふうに思ったので、ニトリの既製品のものをそのまま取り付けています。またですね、フロントレースの注意点としましては、ドレープカーテンが窓に近い関係上ですね、ちょっと結露でカビてしまう可能性もありますので、設置する際はその点に気をつけていただきたいなというふうに思います。またですね、こちらの窓は実際には腰高窓なんですけれども、腰高窓のカーテンをつけるよりも、吐き出し窓用のカーテンをつけた方が結構高級感が出るかなというふうに思いますので、あえて私はこの吐き出し窓のサイズのカーテンをつけています。続いてはですね、デスクスペースをご紹介したいと思います。まずですね、こちらの電動昇降デスクになるんですけれども、こちらは有名なフレキシスポットのものになります。で、楽天で購入したんですけれども、こちらはですね、購入するときにオプションで組み立て設置サービスっていうのがついていましたので、それを追加でつけてすごく便利でした。で、やっぱりですね、女性で一人暮らしだったりすると、一人で組み立てっていうのがとてもできそうにないので、もし購入する際はこういった感じでオプションをつけられることをお勧めしたいなというふうに思います。あとはですね、もともとはこの足の部分にキャスターはついてなかったんですけれども、追加でキャスターを購入しまして、で、模様替えの時とかにも簡単に移動ができるようにしました。で、電動昇降デスクですね、やっぱりすごく重いので、女性一人ではとても持ち運びができないと思いますので、こういった組み立て設置サービスをお願いしたりですとか、あとはキャスターをつけておいてすごく良かったなというふうに思っています。そしてデスクの上にはですね、デスクマットを敷いています。こちらはですね、マウスパッドとしても機能しますし、あとは全体を引き締めてくれるこの色味とかデザイン性の高さもすごく気に入っています。で、キーボードとマウスはワイヤレスのタイプのものを使用しています。すごくスッキリしていて気に入っています。で、パソコンはですね、よく使用しますので、機能性の高いですね、ロジクールというメーカーのキーボードとマウスを使用しています。で、やっぱりそれなりの金額がする分ですね、使い勝手がとってもいいので気に入って使っています。そしてモニターですね、こちらは27インチの大きめのモニターを使用しています。で、私はですね、動画編集をする際に、やっぱりノートパソコンの画面だけだとちょっと小さいなというふうに思ったので、この大きめのモニターを使っています。
そしてこのですね、モニターの上の部分には画面を明るく照らしてくれるライトをつけています。これもですね、通販で購入したんですけれども、このシンプルで小さめなデザインがすごく気に入って使っています。そしてデスク周りで悩ましい配線問題なんですけれども、私はすべての配線をこちらのタワーのボックスに収納しています。で、このですね、ボックスのいいところとしましては、とにかく大容量なところと、あとシンプルなデザイン、あとはですね、スチールで耐久性があるところがすごくいいです。はい。で、デスクの上がですね、こんな感じですっきりまとまってくれるので、本当に買ってよかったなというふうに思っています。そしてデスクにはですね、他にも IKEA の照明だったりとか、あとはアロマオイルを置いています。で、これですね、何度も紹介している IKEA の照明なんですけれども、すごくシンプルなデザインでありながら、ガラス製で高級感もありますし、あとはどんなお部屋にも馴染む色味が気に入っています。で、この照明の横に置いているアロマウッドですね。こちらはマークス&ウェブのものになります。で、このアロマウッドですね、中に精油が収納できるようになっているところも便利でとっても、いいなというふうに思います。で、気分転換としてこういった感じで手軽に使用できるのがいいなというふうに思っています。そしてチェアですね。こちらは目黒通りにある、アーティクルというアンティークショップで購入したベントウッドチェアというですね、チェアになります。こちらのベントウッドチェアの特徴としましては、とにかく軽くて丈夫なこと、そして座面と木の曲線がとても美しいことが挙げられるかなというふうに思います。で、このですね、チェアを購入した目黒通りのアーティクルさんですね。こちらのオーナーさんがとっても気さくで、あとはメンテナンスもすごく丁寧でしたし、あと何といってもですね、足のカットまでしてくれるんですよね。なので、目黒通りに行かれた際にはぜひ立ち寄ってほしいなというふうに思います。そして床にはですね、何度か紹介している IKEA のラグを敷いています。この IKEA のラグですね、床の傷防止だけではなくて、やっぱりデザイン性も高いので、すごい素敵だなと思って使っています。そしてデスクスペースに置いている収納ですね。こちらはすべて無印良品のものになります。で、こちらはですね、何個もスタッキングができますし、あとは下のところにキャスターもつけられますので、何個も購入しています。はい、以上がですね、私の寝室とデスクスペースのご紹介でした。今後もですね、インテリアに関する情報を発信していきたいなというふうに思っていますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。